彼は次期部長なの。低学歴、どん底貧乏人のあんたとは天と地の差ね。元カノと高級焼肉店で再会すると、作業着の俺を見て鼻で笑い、バカにし始めた。しかしその直後、予想外の人物が現れ、俺の正体を彼女に伝える。そして俺の一言で元カノと婚約者は地獄に落ちることに。俺の名前は松下隆さん。都内で仕事をしている32歳の男だ。今日は長年付き合いがある友人から誕生日をお祝いしたいと誘われている。お世話になっている社長にお前のことを伝えたら、ぜひとも紹介してほしいって言われたんだ。ここの焼肉屋がマジうまくてさ、よかったらそこで誕生日会も兼ねてみんなでお祝いしようぜ。俺の肩に手を回しながら気さくに言葉をかけてくれる。彼は俺の交友関係の中でも付き合いの長い友人だ。もはや親友と呼んでも過言ではないレベルの付き合いであり、彼にとっても俺はかけがえのない存在だろう。そう思うきっかけとなったのが学生時代の苦い思い出からだった。当時の俺と親友はお互いに貧乏な生活をしていた。クラスのやんちゃなグループからはそれをバカにされ、周りも俺と親友を哀れむような眼差しで見つめるばかり。誰も俺たちを助けようとはしてくれなかった。そんな時、俺たちを唯一救ってくれたのが担任の先生だった。君たちがしたことはいつかきっと自分たちに返ってきます。因果応報という言葉があるように、自分が人にしたことは必ず自分に返ってくるもんなんです。嫌なことに巻き込まれたくなかったら、二度とこんなことはやめなさい。誰も幸せになりませんよ。普段は物腰柔らかい先生が、その日初めて厳しい口調で伝えてくれた言葉を、俺と親友は忘れることができなかった。以来俺と親友は担任からの言葉を胸に刻み、今日まで生きてきた。誰かのために何かをすれば、必ず自分にもいいことが訪れる。そんなまっすぐな気持ちを胸に抱いたまま、大人になった俺たちは順風満帆な生活を送っていた。今日までは。あれ？あんたもしかして松下じゃないの？焼肉屋に入り、席に案内する際にすれ違った女性が、いきなりバカにした口調で俺に話しかけてきた。やたらと尺に触るような高い声と、焼肉の匂いにすら負けないくらいきつい香りの香水。おまけに服やアクセサリーはブランド物をゴロゴロと身にまとっており、いかにもいけすかない女。そんな印象がプンプンと漂っていた。失礼ですが、どちら様ですか？場所が場所なだけに変に口を荒げては店を追い出されてしまう。偉そうに呼ばれて内心苛立ちはしたものの、その気持ちをぐっと胸の奥にしまい込み、俺は女性に真摯な態度で言葉を述べた。気を使った親友が店員さんと先に部屋に進むと、それを見た女性がバカにするように鼻で笑う。相変わらずあんな人と一緒にいるのね。程度が知れてる関係だこと。その言い方、お前まさか、うららなのか？春風うらら。俺の学生時代の元カノであり、歴代最悪最低と言っていいほどに性格の悪い女だ。クラス内でも女王様気取りで男を見下し、顎で使っていたようなタイプの高飛車な性格。当時の俺は恋愛経験があまりなく、クラスの中心にいる彼女から告白されて舞い上がっていた。バカじゃないの？あんたみたいなネクラ陰キャと誰が本気で付き合おうと思ってんだよ。罰ゲームのお遊びで付き合ってあげただけのからかい対象なんだよ。貧乏学生とは違って、私には本当の婚約者が存在するの。エリート大学生で一つ上の先輩がね。あんたみたいな低学歴、
キモータ陰形ろうなんて本当に願い下げ。あんたと私は住む世界が違うの。いい加減そういうの察してくれないかな。彼女から言われた衝撃の事実に、俺はショックを隠すことができなかった。彼女がいい女だとは思っていなかったが、それでも一度自分が付き合った女性だ。最後まで俺は彼女を守りたい。どんなにひどいことをされても、俺は相手にしちゃいけない。因果応報ですよ。担任からのその言葉があったから、俺は絶対に人を傷つけたりしない。そんな思いのもと、彼女のことで誰かに何かを言われてもかばってきたが、さすがにこれには耐えることができなかった。うららに振られた後、俺は学校に行くのが気まずくなり、そこからしばらく不登校になった。親友や担任のおかげで少しずつ登校する頻度を増やすようにはしていったものの、うららたちに陰で言われている言葉が耳に入り、塞ぎ込んでは勇気を出し、頑張って登校してはまた塞ぎ込んで、そんな生活の繰り返しだった。見かねた両親が高校を中退するという選択肢を与えてくれ、俺は通信の高校に編入した。そこからはバイトに明け暮れ、朝昼晩汗水垂らしてお金を作り、今の生活にまでたどり着くことができたのだ。こんな高級店に作業着なんかできて。あんたそれでも社会人なわけ？常識っていうものを知らないの？ブランドを身にまとっている自分の方が立場が上と認識しているのだろう。俺の身なりをまじまじと見るなり、早速バカにするような煽り言葉を吐いてきたのだ。相変わらずの性悪っぷりに笑いすら出てくる。こんな女に自分の貴重な青春時代の時間を割いていたのかと思うと、今からでもやり直したいものだ。けれど、この女からの仕打ちがあったからこそ、それをバネに生きることができた。今の生活に慣れたのはこいつのおかげ、などとは思わないが、あの経験があったからこそ逆境魂でここまで頑張ることができた。今心に余裕が出て思うのは、人生で無駄な時間は一つもない。すべてが自分のためになる。どんな嫌なこともいいことも全部未来の自分への投資。何一つ無駄には感じない。そういう気持ちだ。常識で物事を語ってくるなら、まずはお前のその態度から見直した方がいいんじゃないか？社会人として人にそんな態度をとっていることが恥ずかしいとは思わないのか？以前の俺なら、うららに絶対服従みたいな性格をしていたため、反論するなんて思いもしなかったのだろう。俺から言い返されたことで、彼女のこめかみが一瞬ひくついたのを見逃さなかった。ちょっと会わないうちに、ずいぶんでかい態度を取るようになったじゃない。何様のつもりなわけ？何様も何も、別に何とも思ってない。お前と俺は対等。だから普通に返しただけ。それに何の問題がある？高いヒールで靴の音を鳴らしながら、こちらにゆっくり歩み寄ってくるうらら。威圧的な態度は健在であり、それだけで俺が怯えると思っているのだろう。けれど、俺はそんな彼女に対して、ひるむともなく、毅然とした態度で言葉を返していた。あんたみたいな貧乏人が、私に向かってそんな口を聞いているのが大問題なのよ。この店だって、どうやって予約取れたわけ？どうせどこぞの三流企業の社長に語尾でも売って、奇跡的に入店できただけなんでしょ？すれ違う人たちがこちらを凝視しており、うららの言葉と俺の様子を気にする。人目につき始めているのが分かった俺は、ひとまずうららの手を引いて、自分たちの部屋へと通すことにした。春風じゃん。あのままあそこで別れなかったのかよ。
部屋にうららを連れてきた瞬間、親友が彼女の姿を見て露骨に嫌そうな顔をする。嫌そうな顔だけでとどまればよかったものを、彼もなかなかに素直な人間だ。思ったことが考えるよりも先に口から出ていたのだろう。本音をこぼしてしまった瞬間、やっちまったと言わんばかりに、慌てて口を両手で覆っていた。ゲとは何よ。私がいたら何か問題でもあるわけ？だいたいあんたたちみたいな貧乏人がなんでこの店にいるのよ。親友の反応でさらに機嫌が悪くなったうららは、彼の方に詰め寄りながら言葉を吐き捨てる。それを止めるかのように店員が中へと入ってくると、異様な部屋の空気感に戸惑いの色を浮かべていた。お揃いでしたらご注文をと思ったのですが、お取り込み中でしょうか？いや、全然大丈夫です。注文します。気まずそうに親友のもとに女性店員が近寄ると、ふと彼女の名札の名前が視界に飛び込んだ。種島かのん。種島という名字に何か引っかかりを感じる。ではお料理スタートいたしますね。今しばらくお待ちください。はーい、ありがとうね。軽い感じで種島さんに手を振る親友。羽振りが良くなってから、こいつはどことなくチャラい感じが垣間見え、女扱いにも慣れている様子だった。おい、高久、この女を追い出さないと、さすがにまずいんじゃないのか。もうそろそろ先方たちも到着するって連絡が入ってたぞ。何よ、私は邪魔者だって言いたいわけ？いや、別にそんなつもりは。親友の唯一の弱点は、女に強く言うことができない。女性と子供にだけは甘く、押してこられると言い返すことができないたちなのだ。情けない笑みを浮かべながら、俺の方に助けを求められ、呆れてため息がこぼれた。いいか、うらら。俺たちは招待されてこの店に入った。お前と別にどうこうするつもりはない。分かったらこれ以上、俺たちに関わらないでくれないか？俺もお前も接点持たない方がお互いのためだろ？店の外でこのやりとりをするわけにもいかず、先方がもうすぐお目見えするため、できる限りことを荒立てないように言葉を伝えたが、うららにはそれが全く通用せず、俺になだめられていると悟った瞬間、店内に響き渡りそうな声で言葉を張り上げられた。私が一方的に引き止めてるみたいな言い方やめてくんない？あんたたちみたいな貧乏人と私が知り合いなんて彼にバレたら、何思われるか分かったもんじゃないわ。怒りをあらわにしたうららが部屋の扉を開け、自分の部屋に戻ろうとした時だった。彼女の名前を呼ぶ一人の男性の声が耳に聞こえ、その声を聞いたうららが猫なで声を出しながら男性の方に甘えていくのが視界に映った。遅いよ、うらら待ってたんだよ。男性の腕に自分の腕を絡ませながら体を押し付けるようにべったりとくっつくうらら。そしてこちらに視線を送り、勝ち誇ったような笑みを浮かべれば、ちょうどいいと彼の自慢話を俺たちにし始めたのだ。この人が私の婚約者。今は別の会社に勤めてるけど、もうじき新しいところで働くんだって。年収1000万超え確定の大手商社。将来は安泰だし、社長も夢じゃない。憧れの社長夫人になれるかもしれないのよ、私。男をアクセサリーのように考えているうららは、まるで自分のことかのように自慢げに語り、俺たちをコケにするような眼差しでこちらを見つめてくる。何が何やら分かっていない様子の婚約者だったが、俺の服装が作業着なのを見て、
険しい表情を浮かべた。失礼ですが、ここが高級店とはご存知なのでしょうか。はい、まあ。いきなりの質問に戸惑いはしたものの、認識をしている旨は伝えた。けれど次の瞬間、その婚約者も俺のことを馬鹿にしたように笑い、呆れた物言いで口を開く。なのに作業着ですか。今時の若者はこういう店での清掃というものを知らないのが常識なのでしょうか。見たところうららの知り合いのように感じたので、下手に何かを言うのはよそうと思ったのですが、さすがにその服装はないでしょう。同じようにこの店に訪れている我々の品性が疑われますよ。この男もうらら同様、人を見た目で判断し、自分より下の人間を見下すタイプの人間かと思うと、俺の怒りが徐々にこみ上げてきた。そんな俺の軽装に気づいた親友が慌てて間に割り込み、双方を抑えるように場の空気を立て直そうとする。ご安心を。俺たちは今からこの部屋で食事するので、あなた方の邪魔をすることはありません。どうぞお気になさらないでください。戻るぞ、と親友に仰がれながら、俺が部屋へと身を翻した瞬間だった。貧乏人はいつまで経っても性根が腐りきってるのね。低学歴なのが人相から溢れ出てるわよ。私の彼は作業着の底辺と違って名門大卒エリートなの。彼は次期部長なの。悔しかったらあんたたちも見習いなよ。俺たちに悔しい思いをさせたくて吐き捨てた言葉なのだろうが、次期部長で新しい職場、年収1000万超えの大手商社。そんな言葉を聞いた俺と親友は顔を見合わせ、思わず笑い声を口から漏らした。何よ。何がおかしいって言うのよ。俺と親友が笑い始めたものだから、うららと婚約者はそれが気になり、状況が理解できないと言わんばかりの様子で疑問をぶつけてきた。俺と親友は口を揃えて、もうじきその理由がわかるよと告げた時だった。お待たせしてすみません。あれ？君は確かこの間面接した、なんでここにいるんだい？疑問の声を出しながらそこに現れたのは、親友が俺のために開いてくれた誕生日会の参加者だった。そして、その参加者を見たうららの婚約者は驚きの声を上げ、顔から血の気を引かせていた。社長？どうしてこんなところに？社長？俺が呼んだんですよ。これから一緒に仕事をしていくんで、景気づけに今日は一緒に飲もうと誘って。まさかの展開に、驚きの声を隠せずにはいられなかった婚約者。彼のその言葉を聞いたうららも、驚きの表情を浮かべており、状況を理解できないと混乱していた時だった。社長の後に続き、会社の重役と思わしき人物たちが続々と部屋の前へと集まる。一体これはどういうことなんですか？皆さんがどうしてここに？たじろぎながら状況説明を婚約者さんが尋ねると、俺は高らかに笑い声を上げた。なんであなたが行く予定だった会社の人間がこの店に集まってるのか、知りたいなら教えてあげましょうか？なぜそのことを？俺からの驚きの発言に明らかに動揺するうららの婚約者。うららもなぜそのことを？と言わんばかりの様子で俺を見つめており、不審がるような視線で俺を睨みつけていた。知りたいなら教えてあげるよ。どうして俺がそのことを知っているのか。すると俺の方に社長がやってきて、深々と頭を下げてくれた。遅くなって申し訳ありません、松下様。この度は
我が社との取引に応じていただき、誠にありがとうございます。取引だと？社長から出た言葉に驚きの声を上げたのはうららの婚約者だった。狙い通りの反応を示してくれる婚約者が面白くて、俺の口から思わず笑い声が漏れた。君、彼のことを何も知らずに話していたのかね。彼は来月からうちが手掛ける新プロジェクトに共同開発として携わってくれる予定の松下さんだ。若手なのに凄腕のエンジニアで、現在は複数の会社を経営しており、うちがぜひとも仕事をお願いしたいと頼み込んで契約をいただけた大切な仕事仲間なんだよ。わかりやすく事情を説明し、俺の正体が判明した瞬間、二人の顔から一気に血の気が引いていった。凄腕のエンジニアだと？先日、新しく優秀な人材を引き抜いたって社長から話を聞いていたんでね。その人と俺が一緒に事業をすることになるかもしれない。将来有望で部長クラスにもすぐなれる。そんな話を聞いていたんですが、まさかあなただったとはね。完全に形勢逆転。タジタジになった婚約者は慌てふためいており、それを見たうららは若干彼を引いた目で見つめていた。エンジニア界隈だけでなく、世界中から彼の技術を評価して仕事を依頼したい人物が多いほどだ。覚えておくといい。彼はそれほどに有名で、一緒に仕事をする機会もなかなか持てないんだぞ。そう言って、俺のことを社長たちがべた褒めしてくれるたびに、婚約者とうららの顔から笑みが消えていく。俺が今日作業着でこの場に来たのも、別の会社で仕事を終えた後にこの場所に呼ばれたからであり、社長にもあらかじめそのことについて了承は取っていた。君、まさか松下さんに失礼な態度をとっていないだろうね。彼はうちがオファーをし続けてようやく契約を結んでくれた人材だ。我が社にとって大切なビジネスパートナー。そんな彼に失礼な態度をとってこの話をなかったことにされたら、君の首一つでは取り返しがつかないからね。俺に失態を働けば解雇だけでは済まないと恐ろしい言葉を投げかける社長。その言葉を聞いた婚約者は内心で焦りを覚え、恐る恐る俺の方へと視線を向ける。それに気づきはしていたものの、俺は決して視線を紛らわせようとはしない。なぜなら俺は心の中で彼らにこれから何をするのか決めていたのだから。やめてくださいよ社長。そんな、俺が彼に失礼な態度を取るなんて。あれれ？おかしいな。さっきあんた、高橋さんに向かって、同じようにこの店に訪れている我々の品性が疑われますよって、偉そうに説教垂れてなかったっけ？話を一部始終すべて聞いていた親友が、俺の隣から身を乗り出し、誇張したような言い方で彼のモノマネを始める。それを聞いた社長たちは、なんだと言わんばかりに彼を睨みつけ、真意を探るべく無言の圧力をかけていた。嫌だな、冗談ですよ。俺がそんなことを人に言うわけないじゃないですか。そうですよ。私は彼の彼女なんですが、彼はそんな風な言い方してませんでしたよ。冗談として彼らにコミュニケーションを図ってました。すかさずうららが婚約者のフォローに入り、社長たちに媚びを売るような口調で言葉をかける。残念なことに、俺と親友にはこれを証明する証拠なんて一つもない。口で社長たちを説得するしかないわけだが、一体どうしたものか。頭をフル回転させ、うららたちに
一泡吹かせようと考えていた時だった。思わぬ方向から俺たちに救いの手が差し伸べられたのだ。松下様たちは確かにその方々から非難の声を浴びていました。それは先ほど俺たちの部屋に注文を取りに来ていた女性店員からの言葉だった。驚きの方向から応援の言葉が放たれ、あっけに取られていると、それを聞いた婚約者が声を荒げ始めた。いきなり何なんだよ。店員が客の会話を盗み聞きか？盗み聞きも何も、お客様の声は廊下に響き渡るほどの大声だったので、何より隣にいる女性の方の声は他のお客様からもクレームが入っているほどです。飲食代は結構ですので、今すぐにお引き取りください。その言葉を聞いたうららが今度は逆上し、今にも店員に食ってかかりそうな勢いで彼女のもとに詰め寄った。ちょっとあんた、何様なわけ？こっちは高い金払ってあんたの店を利用してやってんのよ。そのお客様に対してその態度は何なのよ。迷惑客はお客様ではございません。人に嫌なことをするような方、うちのお店には必要ないんです。因果応報。人にしたことは自分に返ってくると幼い頃に習いませんでしたか？淡々と正論を突きつける女性店員の言葉を聞いて、俺の中である疑問がすべて解かれた。種島ってまさか。久しぶりだね、松下くん。そこに現れたのは学生時代の担任であり、俺たちの恩師でもある先生だった。君の誕生日だと聞いてね、彼から連絡をもらったものだから、私がオーナーを務めているお店を彼に紹介したんだよ。そうやって親友の隣に種島先生が並ぶと、親友はサプライズが成功して嬉しそうに笑っていた。お前のことを驚かせたくてね。同級生に連絡しまくったら、先生は教員を引退してからこのお店をやってるって聞いたんだ。それで連絡してお店を利用させてもらえたってわけ。じゃあやっぱり君は担任の孫の種島かのんって言います。まさかおじいちゃんの教え子さんたちだったとは思いもしませんでした。部屋に入った瞬間の疑問。それは恩師である種島先生と同じ名前だったことに対してのものだった。やっと自分の中でピースがきれいにはまると、それを見ていたうららが怒りの形相をあらわにして叫び始めた。先生、どういう教育してるわけ？私この女に店を出て行けって言われてるんだけど、こっちは客よ。何の権利があってただの店員に店を追い出されないといけないわけ？この子に指示を出したのは私だよ。うちはお客様に自腹のひとときを提供するのが目的だ。そんな皆様の貴重な時間を奪う輩は店に来なくて結構。他のお店を利用してもらって構いませんよ。相変わらず落ち着いたようなゆったりとした口調で語る種島先生。ゆったりとはしていながらも言葉にはすべて芯が通っており、異論も認めぬような言葉の重みにうららは何も言い返すことはできなかった。松下さん、うちの社員に失礼な態度があったのなら大変申し訳ございません。松下さんが望むのならこのことに関してはいかなる対応もお受けいたしますので、どうか取引の方だけは。あ、それなら内定取り消しで。え？社長の一言を聞いた俺はあっさりと婚約者の首切りを伝え、それを聞いた婚約者はもちろんうららの顔からも血の気が引いていた。こんな人がいる会社と仕事なんて一緒にしたくないですし、彼はまだ
そちらの会社に勤めてもないんですよね。なら彼の内定を取り消していただくことで、お仕事の契約は引き続き承りたいと思います。そんな、ちょっと待ってくれ。かしこまりました。そういうわけだから、君との契約はなしだ。我が社としても残念だったよ。君みたいに優秀な人材がこんな失態を犯していたなんてね。以前の会社に頭でも下げて頑張ってくれたまえ。待ってください。社長、お願いです。考え直してください。お店の中で叫ばないでください。これ以上営業を邪魔するのであれば、営業妨害で警察呼びますよ。社長はおろか、カノンさんにまで追い打ちをかけられる婚約者たち。うららは悔しそうに表情を歪め、俺たちを鋭い視線で睨みつけていた。こんなことしてただで済むとは思わないでよ。それはお前の方じゃないか。なんですって。うららの脅し文句に対して反応したのは親友であり、彼女は親友の意味深な発言に怪訝そうな表情を浮かべた。けれどそれは次の瞬間、一気に泣きを見る羽目になる。その高そうなブランド物、全部お前の金で払ってんのか？噂じゃお前、婚約者の紐として生きてんだろ？高級ブランド買いあされてたのも彼の金があったからこそなんだろ？そのお金、これからどうやって稼ぐわけ？彼が前の会社に戻れるかもわからないのに、そんな余裕こいた状態で大丈夫なわけ？状況を理解していないうららに対し、親友は彼女が無職だということを見抜いていたのか、これから起こるであろう事態を伝えた瞬間、彼女は顔面蒼白になり、慌てて自分のクレジットカードの支払い額を確認する。あれだけのブランドを身にまとってるんだ。カードで会計してないはずがないと思ってさ。うららが支払い額を確認する間、こっそり俺に耳打ちしてきた親友。本当にこいつはよく人のことを見ているなと感心した。ねえねえ高橋さん、お願いだから契約破棄だけはなんとかならない？ほら、私たちにも生活があるんだし、こんなことをされたら明日路頭に迷う可能性だってあるわ。私たちがひもじい思いしているの知ったら高久だって辛いでしょ？俺が自分に情けでもかけてくれると勘違いしているのか、うららは必死で俺の腕をつかみ命乞いをする。けれど俺はその手を離させ、冷たい口調で言葉を言い放った。因果応報。自分たちの行いが悪かったと悔い改めるんだな。こうして俺と親友はうららに対し積年の恨みを晴らすことができた。その後の婚約者とうららは悲惨なもので、結局店に迷惑がかかるほどにダダをこね、案の定警察沙汰、営業妨害ということで店から追い出される羽目に。婚約者の内定はもちろん取り消され、後日婚約者は以前の会社に戻りたい旨を伝えたが、社長が根回しをしていてくれたらしく、そのまま解雇。婚約者は就職難に陥ることとなった。うららの方はブランドを支払うお金がなく、夜の世界に身を投じつつ、昼間は昼間でコンビニでバイトすることに。時間と体力を削りながら懸命に働いて返済のめどを立てているそうだが、相当な額を使い込んでいたそうで、しばらくは地獄のような生活が続くだろうとのことだった。あの後の俺たちは無事に俺の誕生日会を開くことができ、恩師である種島先生と孫のカノンさんも参加してもらうことに。俺たちのことを助けてくれたお礼だ。おじいちゃんから松下さんの話は聞いたことがありました。どんな逆境に立たされても絶対に踏ん張って頑張る子がいたって。あの時は種島先生に本当に助けられました。
カノンさんが因果応報って言った瞬間、俺たちを救ってくれた先生と思わずかぶっちゃいましたもん。私も大好きなんで、その言葉が。おじいちゃんがいてくれたから、私もまっすぐ正直に生きてこられてる部分はあるので。俺と同じですね。先生がいなかったらきっと、俺はここまで上り詰めることはできませんでした。種島先生を見つめながら、カノンさんと懐かしい話をしつつ、談笑に浸った。これがきっかけで、俺とカノンさんは距離を縮めることに。数ヶ月過ぎた頃には、俺の方から告白して交際も始まった。種島先生が米寿になる時に、先生へのサプライズも兼ねて、結婚をすることを報告するつもりだ。先生の教えのおかげで、俺は本当に幸せな人生を歩むことができている。良き死に巡り会えたこの人生に感謝するのだった。